皆さんはじめまして。山中さんも一緒にお願いします。せーの、皆さんはじめまして。さあ山中さん、まずは自己紹介をお願いします。早速ですが、国際ライダーアクセルは全開のマントライダー山中正幸です。棒読みの山中選手の紹介がありましたが、私レースアナウンサーの竹内さくらです。さあなんかこう急にスタジオっぽいところに来て、動画の撮影が始まっているわけなんですが、一体どういうことなんですか？どうやら私のオートバイの話を動画にするということで、なるほど。そうらしいです。なんかそういう思惑があって今日はこういう撮影が始まっているわけなんですね。そうみたいです。さあそんな感じで台本をどうにか頑張って読んでいる山中選手なんですが、今日はですね東京四谷 3A スタジオ、今はコンソールルームというねかなりかっこいいお部屋にお邪魔をさせてもらっています。今日はこうまずはオートバイの話をいろいろ紹介をしていくにあたって、まずは山中選手の自己紹介。山中選手って一体そもそもどういうライダー、どういう経歴で、そしてやっぱりね皆さんご存知かと思いますが、マント TT に参戦をしている日本人ライダーなわけなんですが、ご自身からもこうまずは紹介をお願いしたいと思います。2015年からマントのレースに出場してます。山中正幸と言います。年齢は55歳になりました。つい最近。おめでとうございます。ありがとうございます。とは鈴鹿の8体に25回出場しました。鈴鹿8体っていうのはそもそも参戦するのがもう夢っていうようなライダーもたくさんいるわけなんですが、その鈴鹿8体に25回も参戦をしてるんですね。そうですね。うわ多分多い方だと思います。いやかなり多い方だと思いますよ。だって鈴鹿8体って年に1回しか基本的には開催されないわけじゃないですか。でその鈴鹿8体に参戦するにもこういろいろ資格がね必要なわけなんですが、その8体にも25年ってもう成人しちゃいますよね、一人がね。っていうぐらいずっと参戦してらっしゃるわけですね。他にもいろんなレースに参戦されてきてるんですよね。そうですね。東京に住んでるので、筑波サーキット、茨城の筑波サーキットを中心に、まだ今は全日本にはそんなに出てないですけど、昔は全日本転戦してた時は、それこそ東は菅生から西は鈴鹿峰サーキット、今はその全日本ロードレースの中にはこう入っていないサーキットですね。まで行ったことがあります。峰サーキット何県なんですか？山口県？じゃあもう本州の一番端っこぐらいなんですね。もう山中選手もちょっと記憶が定かでないって感じなんですけど、でも聞いたことはありますね、サーキット。モトクロスとかもやってまして。そうなんですね。チーム自分でオートバイを出してる時じゃなくて、なかなかそのチームが所有してるバイクに乗るようになって、で自分で練習しに行けないので、何かいい方法はないかと思ってやり始めたのがモトクロスだったんですけど。なるほど。モトクロスも結構15年以上やってます。もうじゃあなんか自分のその生活の一部っていう感じなんですね。バイクでレースで戦うことも、そしてそうやってモトクロスでトレーニングをしていくことも。そうですね。バイクに乗るのが好きなので、そんな風に純粋にバイクを愛しながらレースに参戦をしていて、でやっぱり皆さんが気になるところがマント TT に参戦をしているライダーっていうところだと思うんですけど、マント TT のレースにはどれぐらい参戦してきたんですか？何回ぐらい？2015年に一番最初のレースがあったんですけど、それから毎年出てたんですけど、コロナで2020年と21年がなかったので、その間ちょっと休みして、で2022年去年にまた
TT レースに出場して、まあ今年ももちろん出場します。そうなんですよ。もうまさにこの収録の後ね、出ていくような、日本をね出て戦っていく山中選手ということで、まあこの動画また次回とかねどんどん続いていくので、そっちでもっと掘り下げてはいきたいと思うんですけど、まずは山中選手の素晴らしい経歴を聞かせていただきました。本当にすごいですね。未だ現役ライダーっていうことですもんね。そうです。もう正直今までで引退を考えたことっていうのはなかったんですか？いっぱいあります。それはあったんですね、やっぱり。山中選手がこうレースを始めたのって何年の話なんですか？レースを一番最初に始めたのは、1988年。わあ、でもそうですよね。55歳っていうお年で、若くしてレースを始めているわけで、すごい。私が生まれるより前の時からレースにもう参戦をしてるっていう、すごいですね。しかも当時ってバイクのそのライダーとかレーサーの数もすごく多かったじゃないですか。激戦だったんじゃないですか。例えばこう筑波サーキット練習走行するのに、当時皆さん携帯電話なんて持ってないので、電話で予約するんですけど、公衆電話に駆け込んで10時受付の10時ぴったりに電話をして、それでも走行日が走れなかったりするから、それ1ヶ月前にそれをやってるっていう感じ。もうまずはその筑波サーキットの走行の予約を取るのも戦いだったんですね。いや、公衆電話ってところがまた時代を感じますね。そうですね。大変ですね。携帯で登録してあればまずそれも早いですけど、それもない時代だからもうみんな必死に押してメモ見ながらみたいな。うわー。そんな感じでもう歴史を紡ぎながらレースをね戦ってきてるんですね。未だ現役の山中選手。でこのチャンネルはもっとこう山中選手を読み解いていくような、そんなチャンネルにねなっていく、ということでこの YouTube の山中チャンネルとしてねお届けをしてまいります。で、今回はね私もこうインタビュアーとしてお邪魔をさせてもらっているので、山中チャンネル with さくらという形になります。どうぞよろしくお願いいたします。ということで山中選手の紹介をまずはしていただいたので、私の紹介も少しだけね、お願いします。ありがとうございます。こんなにこう MC 側の紹介をぜひぜひしてくださいというふうに事前の打ち合わせからね、していただいてありがとうございます。私も今、全日本ロードレース選手権であったりとか、あとはモトクロスとか、あとはトライアルにおきましてもレース実況や、あとはいろんなバイク系であったり車であったりモータースポーツをメインにイベントの MC も務めています竹内さくらと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、でも私マント TT って大きな括りではこういうところでこういう島で戦っているレースっていうのは知ってるんですけど、山中選手とそしてそのマント TT について読み解いていくこのチャンネル、山中チャンネルということですごく光栄に思いながら今回参加をさせてもらっています。ありがとうございます。大したことはないです。いやみんなに怒られますよ。一緒に戦ってきた他のライダーたちに怒られますよ。たくさんのこう魅力を持ってね今までバイクのレースにも挑んできてると思うんですけど、そもそも山中選手がバイクに乗るようになったきっかけって何だったんですか？きっかけですか？そうですね。見てください、この回答一つにも真面目な感じが伝わってきますよね。本当に真面目ですよね、山中選手ね。やっぱり早くに自転車を乗ったりとか、中学生になってその延長でバイクに乗りたいなって思って免許を取りに行ったのが最初だと思うんですけど。なるほど。今とはちょっと違いますよね。今時のレーサーってこうポケバイから始まってる方が多いと思うんですけど、自分でバイクの免許を取るところからまずは始まっていったんですね。それはやっぱりなんかこう自分の知らないそのオートバイっていう世界にすごく惹かれるところがあったんですね。そうですね。当時映画で、汚れた英雄、有名な名作ですね。でもそれもあるし、やっぱりオートバイ乗っていろんなところに行けるっていう、行動範囲が広がるっていうのが
すごく魅力だったんじゃないかな。なるほど。じゃあ結構実用的ななんかところもありながらそうです。だから免許を求めたわけですね。まあレースを見てレースをやろうっていう感じも、やりたいって気持ちはあるけど、まだ免許って思った時にやっぱりまあいうふうに走れればいいなっていうぐらいな感じで免許を取ったような気がします。山中選手もああいうふうに走れたらいいなっていうところから始まっていったわけですね。はい、で免許を取ってそうやってレースに入っていったきっかけは何だったんです？そうですね、免許を取って同じバイク乗ってるお友達と、まあ、峠のツーリングとか行くようになって、で、まあ、オートバイを速く走らせるのが楽しくなって、まあ言っていいのか分からないですけど峠を走るのが楽しくなって、でも当時は多かったですよね。辻本さんとかもいまだにね峠出身の自分はレーサーだっていうふうにねおっしゃってますしね。山中さんもそうだったんですね。そうですね、はい、へー。そこでまあ大怪我もしながらも、そこからまあある友達がレース、サーキットのライセンス取りに行かないかなんていうふうに言われて、で一緒にライセンスを取りに行って走ったのが、サーキット走ったきっかけ。すごいですね。レースへの第一歩は本当にそうやって友人から誘われてっていうところだったんですね。まずは。へえ。でもその後山中選手はもっともっとレースにのめり込んでいくようになるんですね。へえ。でもそうやってこうご友人から誘われ、その友人はちなみにレースはもうはいすぐにやめちゃったっていうか。もう結果を残すのがね本当に大変な世界ですもんね。まあレースでもそうやって長らくね参戦をしていらっしゃる山中選手なんですけど、そもそもバイクとかオートバイに対してこう皆さんにお伝えできるような大きな魅力、山中選手が感じている魅力って何ですか？なんだろうな。まあまだ飽きずにやっているのは、今でもいろんな発見があって、乗るたびにこうやった方がいいんだとか、こういうふうにしなきゃいけないんだとかっていうのが勉強してるんじゃないけど、そういうのが楽しくて、もういまだにそうやって走っていてたくさん発見があって、それがこう楽しいって思えるんですね。思えます。いろんな発見がありますね。それはでもやっぱりストイックなライダーだからなんですかね。乗ることだけが、乗るのがすごく楽しいのは、まあそういうところがあるっていうのもあると思うし、まあそれがこううまくいった時に、なんかすごく嬉しくなるっていうか。確かにこうレースってなると足回りのセットだったりとか、走らせ方だったりとか、あとはね車体とかエンジンとか、まあ今はキャブも少なくなっちゃいましたけど、いろんなこう細かい調整の上でそれが全部噛み合うと、でライダーの調子も含めてすごくこう速いねラップが刻めるとか結果が残せるっていう風になっていくので、そういう積み重ねだったりとかいろんな気づきがいまだにこうあるんですね。55歳の現役ライダーでもまだ発見が楽しめると。なるほど。なんかいまだに現役の山中選手がそうやって言っていると、こうバイクの楽しみってもっともっとあるんじゃないのかなっていうふうに思いますね。あります。まあ今ねきっとこれを見てくださっている皆さんも山中選手がいまだに現役で走ってらして日本を飛び出して海外のレースでも戦っているということで、こう何かいろいろ刺激を受けるところがきっと皆さんにもねたくさん出てくるんじゃないのかなと思います。そんな山中チャンネルなんですが、皆さんが多分気になると思うマント TT の話についてなんですが、メインはちょっと次回に話をねしていくということになっています。でもちょっとだけ教えてほしいんですけど、マント TT のレース、今日もなんか素敵なパーカーをね着てらっしゃいますよね。この日のために今日の
下ろしてきました。今日の収録のために新しいものを新しいパーカーです。下ろしてきてくださってるわけなんですが、そんなマント TT、 まずなんかどこの国のレースなんですか？マントイギリスとアイルランドにあるの間にある小さな島国なんですけど、マント淡路島と同じぐらいの大きさなんですね。そこを、一般道路を使った周回路で1周60キロある。60キロ、はい、60キロ、まあ今60キロって言われても皆さんピンとこないと思うんですけどでもツーリングにしてもツーリングしてる方はちょっと想像がつくかな。サーキットだととんでもない、サーキット何個分って感じの話ですよね。何十個分ってぐらいですよね。そうですね。60キロ。鈴鹿サーキット6キロ近いので10周したような状態ですかね。なるほど。それで1周ですもんね。はい。ただ鈴鹿サーキットと違うのは平均スピードが200キロ、最高速310何キロ以上。平均スピードで200キロ。200、はい、平均が200ですよね。はい、うわ、サーキットってその最高速が今のその全日本だと最高速 JSB1000 クラスが300キロを超えるタイミングがねあるわけなんですけど、それってやっぱり例えば一番長いストレートであったりとかこう傾斜のあるね下りのストレートっていうところで出るんですけど、そうじゃなくて平均がまず200キロ近いんですね。はい、うわ、そこで山中選手ももうとんでもないスピードで走られてるわけですよね。そうですね、はい。自分ではそんなとんでもないと思ってないですけど。あ、そうなんですか。はい、まあでも考えるととんでもないですね。普通の一般道路200キロはやっぱり危ないですよね。むちゃくちゃ危ないですよね。はい、まあでもその私たちが危ないって思ってしまうレースもやっぱりスキルを持った選手たちがね戦うからこそ素晴らしいステージになっているね。そんなマント TT、 今ちょっとだけ話してもらったんですけど、詳しくは次回の第2回目に皆さんこう楽しみにね待ってもらうっていうそんなお預け方法をとって2回目も皆さんに見てもらおうというね、そんな感じになっております。はい、山中さん、まずは第1回目だったんですけど、はい、この後また第2回目も見てもらうために皆さんにちょっと一言お願いいたします。はい、マントの魅力もいろいろ竹内さんに引き出してもらってお話できればなと思ってるので、次回も見てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん待ってたと思いますよ、こういうチャンネルを。はい、まあそんな感じで山中チャンネルお届けをしてまいります。で、この動画の概要欄にですね、私たちのいろんな情報をね見ることのできる関連リンクを貼ってあるので、ぜひそちらも見てください。それでは皆さん第2回目の山中チャンネルで会いましょう。またね。バイバイ。バイバイ。